日本の古事記とかの神話にはい大月姫っていう、腐っていく過程でうん豊穣が生まれていくっていう分解と生成がまた同時に行われていく、むしろ同時じゃないと行われていかないんじゃないか、さまざまな生き物たちに食べられてる様子っていうのを見て、私はなんか結構立ち尽くしてしまった。海がすごく生命のスープのようだと思った。今回のピックアップアーティストは大小島真紀さんです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。現代美術家の大小島真紀さんです。制作では異なる者たちの環世界、その間に立ち絡まり合う生と死の所相を描くことを追求しています。これまで福沢一郎賞、母家奨励賞など国内のアワードを受賞してきたほか、2017年にはアニエス・ベイ主催による海洋生物保護を目的としたタラ号太平洋プロジェクト2016から2018のアーティスト・イン・レジデンスに参加し、2019年にそのタラ号に乗船した体験をもとにした巨大な壁画をパリアクエリアムにて発表するなど海外での活動を展開されています。これなんて作品なんですか？タイトル。これは遺伝子の歌って言って、遺伝子の歌。ジェネチャント、なんかこうチャントってさえずりとか、あとはなんか祈りの言葉っていう、で日本語で訳したら歌なのかなと思うんですけど、体の中がこう分解されていって、またそれらがまた生成しようとしているこの分解と生成がこう絡まり合う様、なんかそういう有象無象をここでは書いています。体の中の、それこそ遺伝子の記憶が紐解かれてるみたいな。そうですね。しかも実際に自分たちってやっぱ食べないと生きていけない、やっぱすごく多種に依存しながらしか生きていけない、微生物たちもこの自分たちの体の中にいて、それらが働いて私たちは消化して生きている。微生物たちも私なのか、私ってそもそもすごく個別ではないよなっていう、すごく流動的なたくさんの絡まり合うものたちが、私たちそれぞれを作ってるんだなっていうのがすごくあって、眼差しはすごく大事だと思っていて、なんかたくさんの何かに見られているっていう感触を私はいろんな経験からして、でそれを描こうとしてるんですよね。見られている。例えば屋久島の森で道に迷ったことがあるんですけど、なんかそうなるとこう森の微生物たちに何かここで私が死ねば森の微生物たちに食べられてしまうかもしれない、何かこの分解されていく自分たちの体、なんかそういうことを思った時に、何かそれは森の眼差しを感じる、何かその対象を見ていると同時に私たちは見られているんだなっていう感触がすごくあるですよね。大地と、他の生き物と生物たちと無機物たちと共にこう地続きで生きているという感覚として、僕らが見ているというわけじゃなくて、お互いに相互で関わっているという意味において、山を見ている、つまり山に見つめられているみたいなところに行くっていう感覚ですよね。これってどれぐらい最初にここにこう書いてこう書いてっていうのを計画して書かれるんですか？なんか螺旋状の渦巻きを描きたいと思ったところで描き始めて、私ドローイングってこれぐらいやるのも10メートルでやるのも、これぐらいしかやらないんですよ。どういうことですか？いやなんかもうこれぐらいニョロニョロニョロみたいなものがやりたい、何かこの本当に最初の道の一歩と、本当に大きな投げかけの石だけを投げて、でたくさんの余白を残しながら進めるんですよ。そこに立ってるとある程度時間をその前で過ごすじゃないですか、制作をしながら。でそのことによってじゃあそのことについて考えますよね。でその自分の考えていることとか、あるいは滞在場所に行けばその滞在場所から学ぶことがある、出会いがある、そして体験や経験をまたその中に書きたいと思う。日本の古事記とかの神話に大月姫っていうね、なんか真紀さんの作品を見てたりとかするとちょっとそれがすごい湧いてきたっていうか、大月姫ってなんか五穀というか、そういうその神と言われてて、死んだその大月姫という人が体に横たわった時に、その土と交わることによって新たな命が芽吹いてくる、その種としての象徴としてのその存在になるっていうのは、神話として考えなくてもそういうことは起こりうるよねみたいな話を聞いたことがあって、その話、私も大月姫はすごく自分の中でキーワードだなと思っていて、ヒューマンっていう言葉の語源もフムスって言われる、それらはその腐る植物の土と書いてフムス
不食度である、私たちのヒューマンの語源がそうである、じゃあ私たちは何からできてるんだって言った時に、やっぱその大月姫の神話、何かこう腐っていく過程でこう豊穣が生まれていくっていう、やっぱその分解と生成がまた同時に行われていく、むしろ同時じゃないと行われていかないんじゃないか、切り離したものじゃないんじゃないかっていうのはすごく私としても大きなテーマになっていて、なのでこの絵もセゾンの現代美術館で、そこでこれがどんどんはみ出ていって、これを種にしてまさしく大月姫の分解されていく身体、ここから木が発芽して森になって、自分たちの身体の中にも森があり、また森もまた自分たちの身体なのであるっていう、そうしたイメージ哲学で作品を作ろうとまさに思ってるところの種の状態なんですよ。この立体作品もとても気になるんですけれども、これは本当にまさしく今お話ししたこの何かその土とか分解することが気になってた中で始めた陶器なんですね。で、土を扱いながらこうこねることで、何かそうやってその自分たちのそのフムス、その不食度であるっていうことを扱いたくなったし、なんかそれらを生成して1260すごい高温で焼くわけですよね。でそれによって人類はこうやって壺とか何かその陶器を経たことで何か流動的なものをとどめることによってやっぱ生活をまた変えてきましたね。文化を作ってきたとも言えるかもしれない。なんかそうした存在をすごく手に扱ってみたくて、なんか映像も今日持ってきてくださってるので、マウンテンチャイルド、山の子って言います。もともと絵にはみ出した壁画を描いて、そこにプロジェクションで投影した文字を当てたとこから始めて、でその後でちょっとしたアニメーションにしたりして。そっか、最初はこういう動画作品ではなかった。なかった。そうでも山はどこですか？山はどこでしょうね。確かにいろいろな土地に私住んできたので、少しが多くて、そんなことを考えながらいろんなものを取り入れてるなと思って、タラ号に乗ってたってことで、その結構長期間のプロジェクトだったようですけど、その前後で何かこう変わったこととか。本当に真面目な海洋調査船で、そうなんです。サイエンス誌にもたくさん載っている船で、そこにアーティストがレジデンス滞在制作させてくれるっていう船に。そうなんです。でその時の区間の中で私白いクジラと出会ったんですよ。でそれはアルビノじゃなくって皮が溶けて中の脂肪がむき出てた、そういう白い体だったんですね。でそこにたくさんの鳥たちが集まってきて、それらを食べてるんですよね。で魚も集まってきている。でそうしたその白くて大きくて人間の体をはるかに超えた存在がさまざまな生き物たちに食べられてる様子っていうのを見て、私はなんか結構立ち尽くしてしまった。あれが何だったんだろうっていうのをずっと考えていたのが、2年半かけてクジラの目っていうシリーズをやってたんですけど、それを通して考えてたんですね。で海がすごく生命のスープのようだと思った。でそういったこれを私たちの概念で神様と呼ぶのかもしれない。そういった腐った体、それらがいろんな生き物のまた栄養になっていく。でも生きてる間はクジラは大量にその大きな体を支えるために小さな生き物を食べて生きている。なんてすごい生命観の循環の中で、連鎖の中で、あるいは絡まり合いの中で私たちは生きてるんだろうって出会ったんですよ。それはすごく大きな出来事でした。ちなみに今後のご予定などは、もしくはそのこれからの自分自身の展望などは。今ちょうど角川武蔵野ミュージアムという、新所沢のほころびの螺旋という大きなインスタレーションを展開していて、インスタレーション、でその1月の中旬からは、そこでグループショーが行われて、そのエントランスで大展開しているのと、同時にその上で、展覧会の会場内でも新作をインスタレーションをやるんですけど、それはリフォーミングって言ってその形を再生させる、っていうのでキメラ合成をちょっとAI システムを使ったりしてこう混ぜていく。しかもそれを私のドローイングでまた
元にして混ぜて、で今後はまたそれをまたドローイング自分の手でも描いたりっていう往復書簡みたいなのをお互いにディープラーニングやっていきたいし続けるみたいなみたいなやばのとかを、したいなと思ってたり、すごいなそれどんなことになるんやろぜひぜひお見せしたいです。セゾンの現代美術館で、この種にした大きな、あと諏訪のプロジェクトにもちょっと呼んでいただいていて、それこそ本当に源流のね信仰が、残されていると言われる、自分自身をこう対比化させて分解したものを、対比化させて醸していくこと。そうですそうです。ちょっとこの辺からこうこれからの活躍も楽しみにしております。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。大小島さんの作品はミートアートのオンラインショップで特別販売されますので、ぜひチェックしてみてください。以上ピックアップアーティストでした。ありがとうございました。ありがとうございます。